どうも、時丸です。いかがお過ごしでしょうか。僕は洗濯機回してます。はい。で、洗濯機回しながら動画を回してます。たまにこういうやり方やるんですけどね。で、やっぱり世界が回っていくっていうか、世界が回っているのに合わせて洗濯機を回して、そして動画もついでに回していくっていう、そういうちょっとエクストリームな、やり方です、これは。なので、皆さんも今日ちょっとダラダラとね、喋っていきますので、この洗濯が終わるまで喋るっていうことが、このルールですので、だいたい今、21分ですね。21分になってますので、21分ぐらいゆるゆると喋っていきますので、お付き合いください。何かしながら、洗濯回しながらね、聞くのもおすすめです。はい。あとは水泳しながらとか、なんかいろいろやりながら、聞くのがね、いいと思います。もう本当に今日ゆるくいくので、はい。いつもそんなに、硬いわけではないんですけど、いつもゆるい感じなんですけどね。で、久々に今日はね、抹茶を飲んでいます。で、最近は、午前中にネスカフェを飲んで、午後に抹茶っていう、なんかそういうスタイルになっていて、で、今日僕は、ランニングの日だったので、一日、始まる時にね、ちょっと仕事して走ってきて、で、お風呂、シャワー入って、そこから洗濯機を回し始めてる。そんな感じです。でね、今日は、ドミニク・ローホーに学ぶシンプルな生き方みたいな、一応そういうテーマで、雑談メインなんですけど、なんかちょっとそういうテーマで話していきたいなと思います。で、ドミニク・ローホーっていうのをちょっと持ってきますね。多分ご存知の方も多いと思うんですけど、僕の動画でも何回か多分話してはいますよね。ドミニクさんっていう、フランスの著述家でありながら、大学教師とかもやってるんですけど、で、日本文化とか、ミニマリズムについて結構研究してるような方です。で、女性で、もともとパリ、フランスに住んでいたんですけど、いろんなとこ転々と住んでたんですけど、多分最近は日本に住んでるんですよ。で、しかも京都の方で、18平米の狭い部屋をリノベして、で、そこにね、必要なものだけを置いてシンプルな暮らしをしています。で、そういうことをエッセイで発信していたりとか、連載をしていたりとか、そして本にまとまっていたりします。で、結構本を読んでる方も、僕のチャンネル見てくださってる方多いんじゃないかなと思いますね。うん。一番売れてるのが、このね、シンプルに生きるっていうこの本で、150万部のベストセラーっていうことで、はい、すごくね、読まれてるみたいです。僕もこれ結構昔に読んだんですけど、ちょっとなんか最近改めて、読み直してて、なんか気になる言葉があったので、その言葉をちょっとかいつまみながら、なんか話していければなと思ってます。あと、この間ご紹介した私の本をね、買ってくださった方、本当にありがとうございました。なんかおかげさまで、企業のカテゴリーのランキングで、2位まで、Amazon のランキング2位まで向上していて、ものすごく読まれて、買われています。はい、本当に感謝しています。皆さんが買ってくれたおかげでね、そういう感じにちょっとなってます。できればね、僕もこのドミニックみたいに150万部行きたいところですけどね、でも全然そこに届かず、ただで実際にどれくらい売れてるかとか、その合計、今までのね、売上金額とかは、コアという会員制のプラットフォームやってるんですけど、そちらで公開しています。で、割と透明性を持ってね、方法論自体を発信しながら、書くこととか、いろんなことについて考えてるんですけど、自分がやっていることに関しても割と透明性を持たせて発信してるので、これからそういうふうに本を書いていきたい人とか、なんかそういう方々にもですね、入ってもらえると、結構そういう方多いですね。やっぱ文章を書いてる人も結構多いので、なのでそういう出版とか執筆にね、興味がある方もぜひね、見てみてください。で、なんか、メモっていうか、付箋をね、よく僕これ貼ってるんですけど、このデジタル上で。Kindle なんですけど、なんかね、結構、やっぱフランス人的な感性が強いんですよね。それとなんか日本的なミニマリズムの融合っていう感じで、物を長く使うとか、質が良いものを買うとか、なんかそういう人ですよね、この人はね。だからどちらかというと、ちょっとアメリカ的ななんか消費主義から逃れるようなミニマリズムともまたちょっと違った感じがしていて、どちらかと日本寄りなんだけど、そこになんていうかな、フランスのまた文化、それは階級制度だったりとか、王政だったりとか、なんかそういうところ、なんか過去からの暮らしですね。なんかそういうところが入ってるような気がしますね。で、例えばこういう文章が面白くて、最小限とは総括するとどういうことでしょう。修道院の一室、
そのどうしようもないほどの味気なさに目をつぶれば、テーブル一つにベッドとろうそく一本の部屋というのが答えかもしれません。しかしこの光景に厳選された美しいものを2点から3点加えるだけで、そこは十分に居心地の良い場所に生まれ変わりますっていうね。なんかそういう感じで、書かれてます。で、そのやっぱり修道院の一室っていうものが、最小限といえばふさわしいんだけども、そこに2点から3点ぐらい、自分が本当にお気に入りのものとかを加えるだけで、居心地の良い空間になるっていう。だからなんか引き算なんだけど、そこにこう足していくっていう感じかな。やっぱりこう少ない状態を基本としながら、そこに何か自分のエッセンスを加えるだけで、居心地のいい空間に生まれ変わると。だからこう、物を持ちすぎてはいけないっていう、そういうこう基本はあるんですけど、何かお気に入りを加えることによって、それがこう豊かさにつながっていくんだとか、心地よさにつながっていくんだっていうね、そういう方向性での語りが結構多いんですよね。で、この本はね、結構やっぱりこう女性ならではの感性とか、なんかそういうこう役立つことが、女性に役立つことが、結構多い気がします。例えばどういうふうにそのコスメティックを選ぶのかとか、そのスキンケアをするのかとか、旅行に行くときにどれだけ少ない服で行くのかとか、で、ね、やっぱこう女性ってこう、いわゆる男性のファッションと違って割とそのアイテムの点数が増えたりするので、多かったりするじゃないですか。で、装飾品、そのアクセサリーとか、そういうのを含めてトータルなファッションになるので、バッグとかね。で、結構バッグの重要性を語ったりもしてるんですよ。もうバッグがやっぱりこう、一番重要だみたいな話もしてて、で、その持ち物というか、持ち物の中でそのバッグ、いいバッグを持つことが、その生活を豊かにする鍵であるみたいなことも書いていたりしますね。それを象徴するような言葉が、1950年代、女性は良質のバッグと靴をセットで購入していました。当時の女性は自分に合ったモデルを選ぶことによって自分のスタイルを確立していたと。その50年代の話ですけど、やっぱりバッグと靴が一番重要であり、で、それによってやっぱりその自分自身のスタイルを表現していたと。やっぱファッションというのは単なるその着るもの、なんか身を守るものではなくて、1950年代ぐらいからやっぱりその自己表現としてのファッションみたいなものがだんだん気づかれたっていうね、なんかそういうタイミングだったんでしょうね。だからそれに倣ってで、そこの本質は今でも変わっていないと。やっぱりその表現するっていうところが何か、それはもう何を着てでもね、それはこう出てくると。それはもう男性女性に関わらず、で、服の高い安いとか、ブランドかノーブランドかに関わらず、何を着たとしてもそれがやっぱりこうメッセージになるんですよね。で、僕自身もこういう黒い服を毎日着てますけど、なんかこの黒い服がやっぱり嫌な人もいて、で、黒ってその地味で目立たないから、主張がないし、で、それがなんかこう、気に障る人もやっぱりいたりします。で、逆にそのガラガラのね、派手な服とか、その迷彩服とか、そういうものが嫌いな人もいますよね。だから行く場所とか、その会う人によって、そのファッションの良し悪しとかセンスっていうのはあるし、で、やっぱりその文化圏でも結構そのコンテクストが違う部分があって、この社会ではノースリーブが受け入れられるけど、この社会のこの場所ではノースリーブは絶対 NG みたいな、そういう場所がやっぱりあったりします。結構特にヨーロッパの、上流階級だったりとか、結構ハイクラスなパーティーとかでは、ノースリーブで女性は絶対その脇を見せてはいけないとか、だから脇を見せるポージングとか仕草をしちゃいけないとか、なんかそういうものすごくね、その文化的な縛りだったりとか、そういうところとも関係しているので、だからやっぱりその中で自分がどういうふうな立ち振る舞い、立ち位置であるかってことを、ファッションというものが表現していたと。だからそういう結構ね、そういうファッションと文化のつながりとか、その中でいかに少なくしていくかみたいな、なんかそういうところがね、書かれてるのが結構ね、他にはないかなって感じはしますね。あと家に関しての記述は、これは結構ね、僕はこれは共感できるところが多くて、で、幸せを呼び込む家っていうね、章で書かれてるんですけど、コンパクト、快適、便利で、この3つ、気楽に生きることが究極の目的です。快適さは空間によります。住まいに関しては凝縮モードで生活することは一つの理想っていうね。なんかこれもね、指針がはっきりしてますよね。こうコンパクトであり快適、そして便利であればいいんだって。
で、気楽に生きることが目的。だから気楽に生きるためにそのような状況を作り出そうよっていう。やっぱり確かにその気楽さっていうものは、狭さっていうところも関係してくるし、で、コンパクトであれば、やっぱりその掃除の手間も楽になるから気楽になれると。で、それが快適さ。ちょっと居心地の良さみたいな、もう広すぎてだだっ広くて、行き場所がないとか、そういう感じではなくて、ある程度自分がしっかりと、暮らせるような広さであれば、そこに快適性を見出せる。で、そして何よりコンパクトな部屋というのは、様々なものが、僕も過去にいろいろ喋ってますけど、もう手に届くところにあるので、それが快適さ、便利さを生み出していくと。なんかその凝縮モードっていうね、凝縮したモードで過ごすことが、一つの理想形になるし、手っ取り早い方法だっていうね、なんかそういうニュアンスですよね。で、ちょっと住まいの話とは前後して、またちょっとファッションの話に戻るんですけど、これもやっぱり面白くて、毎日が旅であると考えて、自分に必要なものは全てバッグの中に入れておきましょう。鍵、お金、携帯電話、アドレスブック、化粧道具、薬、写真など。バッグは自分の体の一部です。どの服よりも長く自分と一緒にいるのです。それだけに良いものを選ばなくてはなりませんっていうね。なんかね、すごいね、やっぱバッグにこだわってるのよ。バッグに。とにかくバッグにこだわってる。で、やっぱり毎日が旅であると考えるっていうのは、これは僕自身にも共通する考え方ですね。何度も話してますけど、僕はコンターという今35リットルのバックパック一つに、だいたい全ての身の回り品というか、身の回りの持ち物が入るような物量で生活をしてるんですけど、本当に楽で、旅に出るときもパッキングをだからしなくなったんですよね。これは近場でもそうだし、ちょっと遠くの旅に出るときもそうですけど、もうすべて入ってるので、そこに、衣類をとりあえず詰めて、その洗濯してるような衣類を詰めて、で、それでもう出かけられると。PC も詰めてね。で、それだけで完結できるんですよ。で、現地に着いたり、家に戻ってきたときは、今度は、その中に入っているコンピューター、PC だけを外に出して、それで仕事をすると。なんかそういう感じなんですよね。だからやっぱ一つのバッグの中で完結できるっていうことは、これ結構、やっぱ物を減らさなきゃいけないんで難しいことではあるんですけど、それでもやっぱりこのドミニクもそのような手法を取っているっていうのは結構面白い、興味深いところかなと思いますね。で、その流れで、個人の持ち物は旅行カバン一つ、もしくは二つに収まってしまうものですと。よく吟味され、選び抜かれたワードローブ一式、バニティ、そしてお気に入りの写真を貼ったアルバム一冊、個人的な思い出の品を2、3点です。実用性のないものは捨ててしまいましょう。周囲の人にはあなたの望みが何も持たないことだと宣言しましょうっていうね。そういう言葉もありますね。で、なんかさっきも出てきましたけど、その写真を結構重要視してるのも、この本からの気づきであって、なんか写真を貼ったアルバムを1枚持っておこうとかね。なんかその個人的な思い出の品を2、3点ですって書いてるのも、だからね、よくその個人的な思い出の品って僕はもういらないと思っていて、どちらかといえば。で、頭の中にその経験値として、記憶として取っておければいいので、なるべくその思い出の品みたいなものは写真を撮って、その現物はもう処分してしまうっていう、なんかそういう感じにすることが多いし、結構ミニマリストの人たちの中でもそういう手法の方がどちらかというと取られていると思うんですけど、でもこのドミニクはその思い出の品とかアルバム、写真を貼ったアルバム一冊、そういうものは旅行カバン一つの中に入れておいてもいいんじゃないっていうね。なんかそういう提案なんですよね。だからそこもやっぱりそのエクストリームになりすぎないっていうのかな。やっぱりその思い出とか、そういう思い出をちゃんと振り返られるようなものを少なく持つことによって、その文化的な豊かさとか、なんかそういう精神的なつながりみたいなものを結構重視してるように感じますね。で、服に関してね、もう一つちょっと面白い記述があるのが、あるものを買いたいと思ったら、まずそれが自分のワードローブの最低5着とコーディネートできるかどうかを考えてみてくださいっていうね。これはね、結構そのまま使える技術でありますね、これね。
何か買おうと思った時に、その買うものが今持ってる自分のワードローブのラインナップの最低5着とコーディネートできるかっていう。これでもなかなか難しいと思いませんか？例えば、新しい靴を買おうとした時に、その靴が自分が今持ってるね、ワードローブのラインナップの中で5着とフィットするかっていうことを確かめるっていう。これ結構難しくないですか？なんか、やっぱりこう新しい靴を買いたいと、で、方向性をちょっと変えたいとかね、思った時って、どうしてもその、合わないものを入れがちですよね。むしろその、今の気分から逃れるために、その新しいデザインだったりとかを求めていくわけですから、なんかそこを合わせるっていうのは、やっぱりかなり自分のスタイルがもうしっかり決まっていないとなかなかこれは難しいことだと思います。だからこの方法だけを利用するのは結構危険だとは思っていて、だからその前に自分のスタイルの確立みたいなもの、もう大体こういうスタイルが私は似合うし、これが好きなんだっていうのが固まってからだと割とこう簡単にできるかなとは思うんですけど、そのなんかこう、これからね、いろいろそのファッションを試していきたいとか、ちょっと流行りな服も着てみたいとか、そういうことを考えている、状況とかフェーズの人にとっては、その持ってる服の5着に合わせるっていうのはね、結構難しいと思いますね。でもなんかこれを考えてみることで、買い物を思いとどまったりできるかもしれないし、で、実際にそのようにして変えたアイテムっていうのは、自分のコーディネートに沿っているから長く使うことができますよね。だからそういうところはかなりね、役に立つ部分かなと思います。終わっちゃった。終わっちゃった。ちょっともうちょっと言っていいですか？もう選択が終わったら強制的に私の喋りが終了になっちゃうっていうゲームなんですけど、ちょっとね、もうちょっとね、いきます。すごいいいこと書いてるんで。物が減ると幸せが増すっていうところで、快適さ、環境の質、そして美しい道具の一つ二つを除いて、その他の物質的なものを最小限に留めてみると、精神的、感情的、そして知的な喜びをもたらしてくれるものをより深く味わえるようになりますと。物が減ると幸せになるっていう。で、その理由は、やっぱりこう、一つ二つを除いてね、その他の物質的なものを最小限にしてみると。で、減らせば減らすほど逆に精神的な部分だったりとか、感情的な部分、そして知的な喜びをもたらしてくれるもの、知的好奇心をくすぐるようなもの、そういうものを深く味わうことができると。これはなんか、わかりやすいといえばわかりやすいですよね。例えば、自分のお気に入りの椅子を5個持っていたとして、その5個、どれも好きだけども、このなんか、分散しますよね。なんかその愛情が椅子に対する。これはものすごくいいけど、ちょっとでもこっちの方が、座り心地は実は良かったりして、デザインはでもこっちなんだけどみたいなところで、ものすごくそのものが5個あると、そこにこう分散してしまいますけど、それが1つか2つになると、逆にそのものに触れる時間が長くなったりとか、使い込む頻度が上がったりするので、それに対して愛着も湧くし、で、精神的にもなんかこう、ものとのつながりみたいなところとか、感情的なつながりみたいなものも生まれてくるかもしれない。だから簡単に言えばそういうことで、やっぱり少なくして数を絞ることによって、一つの道具を長く使うことにつながるんだっていうね、なんかそういう感じだと思います。で、もう一個ぐらい最後ちょっと言っときたいんですけど、お金について書かれてる部分があって、これはね、僕もこれ完全に同意というか、何度もチャンネルで話していることが書かれています。借金。そしてからつながる。ちょっといろいろ前後につながるんですけど、そして借金、負債の悪循環にならないように、陥らないようにしましょう。そのために守るべきルールはたった一つだけですと。自分が稼ぐ以上に絶対使わないことですっていう。そして毎月わずかでも貯蓄することですって書いてます。なんかね、ここなんですよね。自分が稼ぐ以上に絶対使わない。もうこれって最も基本的なところで、誰もがやっていることだとは思うんですけど、でもやっぱりこうどうしてもその借金体質になってしまうとか、自分の収入以上に使っちゃうような人は、なんかね、そこがやっぱりこう、認識できていない場合が多いですよね。で、やっぱりこう、基本なんですけど、その見える化していくとか、なんかある程度その自分自身のその収支の設計をちゃんとしていないと、
なんか知らぬ間に自分の稼ぐ以上の金額を使っているっていう状態に陥りがちです。で、特に最近はやっぱりそういう罠がたくさんありますよね。クレジットカードもそうですけど、あとリボルビング払いしてみたりとか、あとは最近そのアプリの中で前借りしたりとかね、なんかそういうサービスが増えてるじゃないですか。だからとにかくそのキャッシュがなくても支払いができるような状態が昔より全然簡単になっているので、状況的に。だから余計にそのあたりをしっかりシビアにしないと、そこがルーズになっていって、どんどん負債が膨らんでいくと。でも基本原則はもう一つだけだっていうね。自分が稼ぐ以上に使わないこと。これさえ守れば結局残るわけですから。だから20万稼いでる人はさ、19万まではいけるわけで、50万稼いでる人は48万までで2万は残りますよね。だからそこを貯蓄に回しましょうって言ってるだけで、ものすごく言ってることはシンプルなんだけど、なかなかね、実践できてない人もいるかもしれませんね。そんな感じで、他にもね、いろいろね、シンプルに生きるための tips が書かれてますので、まだ読んだことがない人はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ということで、今日はそれくらいにしたいと思います。あんまりちょっとなんか雑談っぽくならなかったですけど、はい、ドミニク・ローホのシンプルに生きりについて話してきました。だいぶ最近暖かくなりましたけどね、また寒くなったりするんでしょうね。結局もう、上がってんの下がってんのでかね、みんなはっきり言っとけみたいな感じで、なんかそういう季節ですから、結局ね、また寒くなったりするかもしれませんが、体調を崩さないように、春に向けていろんな準備をしていきたいなと思っています。ここで皆さんに一つお知らせがあります。このチャンネルを見ている方の 50% の人が、実はチャンネル登録をしていません。チャンネル登録をすることが私の継続の励みになりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。